藤子さんございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に収まっておりますのが、白茶のゆりさん、三毛猫のたーちゃん、白黒のくーたーくん、グレーのぐーちゃん、画面に、収まっておりませんが、タトラのマサルくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。ねえ、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。うん。はい、ゆりたんのサムネショット。ゆりたんのサムネショット。どうぞお撮りなさい。さあ、お撮りなさい。私のかわいいサムネショット。お撮りなさい。嫌ですね。はい、すみません。せっかく5匹揃ってたのに、抹茶ね、紹介前に消えてしまって、残念でございましたが、5匹揃った姿が見れたんで、今日はラッキーデイというわけで、1日1個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、あちらにいるうさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。高いな。かわいそうにな。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース、にゃんこたち、ジャスティース。今日は塩入りのお湯だよ。
うん、そこそこぬるいかもしれない。今日は使い切ったわけではないけど、やっぱりだいぶ飲んでしまったんで、ジャスティス糖のお湯が足りんなと思って沸かしたんでね、そこそこ、熱い状態かなと思ったんだけど、まあそうでもなかったかなっていう感じかな。かわいいたまちゃんな。で、今日はね、寒かったんだよね。夕方、もう日が落ちたらさ、なんかすげえ寒くって、今日は寒いな、みたいな感じでね、さすがにちょっと寒すぎるわと思って、あっちの部屋のエアコンを先までつけといたんで、今日は逆にちょっと暖かいというかな、そんな感じでございますな。今聞いた、そこのヒーターつけてかな。てんたまさん、今夜もジャスティース。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。かわいい。あれ、まっちゃんどっか行ったっきり戻ってこないねえだね。で、夜中さ、そういえばさ、にゃんこがまたさ、騒いでたわけよ。なんか、もしかして、風船が落っこってきたから、なんか、それにじゃれてるのかみたいな感じだったんだよね。なんだよ、ね、昼間は全然そんな風船にじゃれてる姿なんか見せないくせにさ、なんでこんな夜中にと思って。さすがにちょっと寝てる途中で眠くて全然起きる気がしなくて、でも風船にじゃれてる姿見てみたいし、でも起きれないみたいな感じだったんだけど。で、さすがにちょっと我慢できなくて、もう何やってんのと思ってみたらさ、全然風船じゃなくて、そっちのドアの前でさ、プーターがベロ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 なんか舐めてるわけよ。で、ドアを舐めてる感じでもないけど、でも風船を舐めてるわけでは全然ないなと思って、なんだろうなと思ったんだけど、急にまたあのさ、蹴りぐるみ、すっかり忘れ去られてた。もう全く最初だけだったな。全然じゃれねえなと思った蹴りぐるみに、急にお腹にみんなしてなんかじゃれ始めて、それで騒いでたみたいなんだよね。で、プータが蹴りぐるみをベロ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 舐めててさ、なんだ、それだったんか、全然風船じゃなかったと思って。で、また朝さ、定位置に戻したわけよ。フニータの下に入れ置いてんだけどさ、したらさっき、なんかぐーちゃんが今度は蹴りぐるみをベロベロ舐めてたからさ、もうなんだろう。急に入るそのスイッチなんだろうと思ってさ、蹴りぐるみ最初だけだったな、やっぱりなと思って、なんかそんな気がするから変えなかったんだよね、なんて思ったんだけどさ、突然そうやってね、みんなしてじゃれ始めるの、何なんだろう。本当はね、てったさん、丸井さんもこんばんは。どうぞ。カニタさん、ジャスティス、こんばんは、ボスは。ピョンさん、ジャスティスだったわね。ヨッシーさん、ジャスティス、皆さん、こんばんは、ボスは。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。すーちゃんが、もうすでに今日はもうね、びっちゃびちゃなんで、もう後でやるわと思ったけど、さらにびっちゃびちゃにしてた今、ぐーちゃんがな、それでも外にお尻を向けているのが全く持って見えましたのでね、ダメだっていう感じね、もう外れまくっておりますっていう状態で、今日はさ、やっぱりさ、夜、ぐーちゃんがやって、ね、おしっこを外してる音が聞こえたんで、朝は、下に敷いてるシーツね、洗わないとダメだと思って、そのつもりで外したんだけどさ、全然汚れてなかったんでね、いざ外したらさ、あれと思って、ちゃんと、紙のシーツをさ、敷いてるんで、シーツの上に、こんな状態でね、シーツの上に紙のシーツ敷いて、そこで収まってたみたいなんだよ、上手にね。なんだと思って、でも外しちゃったからいいや、もう洗うかと思って。
今日はなんか汚れてるとか汚れてないのかよくわかんないし、洗っちゃったみたいな。かな。じゃあおいで。私の後ろに行かないで。影だけで、影だけでたまちゃんを楽しんでくださいませっていう感じ。ねで、なんだっけ、中居くんの事件のね、裏で、何を今度は決めてるんだ。ね、勝手になんか重要なことをさ、そういう芸能人のゴシップの裏で決めてるじゃんか。本当は何決めてんだろうと思ったんだけど、なんか裏金議員だっけ、裏金議員の起訴が不起訴になったんだっけ。もうさ、なんかね、そんな世の中だよっていう感じだな。ピオさん、ザ・アルフィーの動画見てます。これ、大変やね。そうなんだね。じゃあ、タロットカードタイムにしようか。みんな違うチャンネル見てるんだから、なんかね、タロットカードタイムにしようかね。で、あとは、今日は動画編集やって、で、多分さ、早っな。みんな違うことやってるみたいだからさ、ね、話のネタは降ってこないな、いくら待ってもな、みたいな状態だからないもんな。で、あと何した今日はとりあえず金曜日か。なんかね、土曜日みたいな感じがしてたけど、金曜日かな。っていうかまあ土曜日でも農協はやってるのか。金曜日だったんで、一応農協日課なんで行って、で、やっぱり昨日と同じだね。ポインセチアじゃねえや、シクラメン。シクラメンと正月飾りと、あとはまあ、でっかい大根とか、最近菊芋とかあるけど、まあ、だいたい100円じゃ買えないものばっかりだったんでね、何も買わず。で、まあ、その勢いで一応、マイバスにも行ったけど、ただやっぱりね、キノコは安くなってなかったし、なんかね、面白いものがなかったんで、帰ってきて、で、今日は何も買わなかったかな。ネットでね、甘牛もらったから、結局ね、なんかインスタじゃなくて、なんだっけ、イスラエルじゃなくて、連想ゲーム。インフルエンザか。インフルエンザがなんか流行ってるらしいじゃんか。あ、そうなのと思って。だって昨日、一昨日か。一昨日ね、富士山に行った時、めちゃくちゃ新宿元気な人がいっぱいいたけど、インフルエンザ流行ってる本当みたいな感じだけどさ、なんか流行ってるらしいからさ、そうなんだと思って、じゃあやっぱり時代はデトックスだなと思って、で、昨日だったかな、昨日の夜だかなんかに、大根おろしが、やっぱりデトックスに最強っていうことでさ、もうそうなのかと思ってね、まあ最強かどうかわかんないけど、デトックスにいいよって話で、で、前ほら、缶詰生活してる時にさ、まあ、魚の生臭さを消そうと思って大根おろしを毎日吸ってたけど、なんだ、それでよかったのかと思ってね。だから、じゃあ、今日また大根おろしだと思って大根おろしをおろして、で、しらす食べてね。で、もう、ま。しらす、うまって思いながら今日はね、食べてたんだけど、そっかと思ってね、コおろしね、デトックス、やっぱデトックスだよね、と思って。で、そっか、デトックスだと思って、時代はデトックスなと思って、で、今日はなんかね、足がジンジンしてたというか、なんか、足湯に浸かりたい気分だったわけよ。だから、やっぱりあれだ、エプソムソルト買うかなと思って、エプソムソルトを買おうと思って、で、最初はね、その10キロ3800円かなんかなんだよね。で、他にもね、10キロじゃなくて、もうちょっとちっちゃいのとかないかなと思って見てたら、一番コスパがいいのが8キロ、2キロが4個入ってる8キロタイプが一番コス
ぱがいいっぽかったんで、あ、なんだ、ちょっとちっちゃいのがあるじゃんと思って、で、それにして、そうすると3500円いかないから、あと何買おうかなと思ったんだけど、ぬか床ぬか漬けのぬか床の、足しぬかっていうやつにしちゃうと、毎日混ぜなきゃならなくなるみたいなから嫌だなと思ってたんだけど、今使ってるやつのぬか床の補充用っていうのがあるんだな。で、それだったら、なんかどうもね、それ足しても別に混ぜなきゃならなくなるわけじゃないみたいなので、もうそれがいいじゃないかと思ってさ、でそれ買うとちょうどね、3500円ぐらいの金額になるんで、おお、よかったよっていうので、まあ今日のお買い物としては、そんな感じデトックス用のエプソムソルトと、ぬか床の補充用を購入しましたっていう感じな。北海道さん、藤子さん、皆さん、こんばんは、ボンソワ。ジャスティス、ありがとうございます。てんたまさん、北海道さん、こんばんは。北海道さん、てんたまさん、毎度。ひよさん、藤子さん、素敵だわ。ビジュアル、私好みなの。ハニタンさん、100均で風船ガムを見つけたので、噛んでいるな。そうなんだね。そうか。確かに風船ガムって最近売ってないのか。なんか昔はね、ガムは普通のなんだ、風船にならないやつと風船になるやつと、なんか2つあって、最初その風船ガムが欲しくって、ガムなんて買ったことなかったのに、買おうと思った時に、なんかどれが風船になるのかわかんないなっていうので、見分けがわかんなかったんだけど、確かに今、風船になるガムは売ってないかもしれないね。100均とかそういう駄菓子が置いてあるところに行かなきゃ手に入らないだろうな。てったまさん、子供の頃はマーブル風船ガム、マーブル風船ガムをよく食べてましたね。へえ。箱の中に丸いガムが4個入って10円。そう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 、それね、あれ、マーブル風船ガムっていう名前だったのか。すげえ、覚えてなかった。ね、そうそうそう、それだったら、風船ガムだっていうことが分かってたので、風船ガム欲しいときは、それを買ったよね。で、そう、4個入って10円だったよな。今どうなんだろう、売ってんのかな。売ってたとしても、1箱20円ぐらいで買えるのかね。ねえ、カニタンさん。ねえ、1箱にオレンジ味の丸いガムが4つ入ってます。あ、それを買ったのか。それ噛んでんのか。懐かしいな。あれ、オレンジ味だけだったっけね。なんかたまたまオレンジ味を買ってたんだっけなんて、なんか思い出すのはオレンジなんでさ、なんかたまたまオレンジを買ってたんだっけと思ったけど、なんかいくつか味なかったっけと思ったけど、やっぱりオレンジ味一択だったのか、あれって。てんたまさん、カニタンさん、それ、マーブル風船ガムではね。カニタンさん、今はマーブルとは、書いてないですが、へえ、それですね。ちゃんと膨らみました。確かに懐かしい。風船ガムな。風船にするとどうやるんだろう。やってみたいと思って、子供の時にな。で、母親にやり方を教わって、で、練習して、で、なんかそうやってた気がするよな。ね、なんでマーブルじゃないのに、マーブルなんて名前だったんだ。あとはなんだ、サイコロの箱に入った、なんだっけ、キャラメル、一箱に2つ入ってたっけで、それが4つだったかな。並んで、で、いくらだったか忘れたけど、50円ぐらいだったのかね。なんか、小銭っていうか子供のお小遣いで買えるぐらいだからね。それを買ってたなと思うよね。やっぱり、パケ買いではな、あれはな。なんだっけ。サイコロになるからな、食べ終わった後っていうの箱がさ。
ね、箱だけでも遊べるんで、で、中にはお菓子も入ってるし、みたいな感じでさ、サイコロのキャラメルと、またそのガムと、で私が好きなのは、コーラのラムネと、あと梅ミンツな。で、梅ミンツもあれ、蓋が笛になるわけよね。だからやっぱり一個の機能だけじゃダメなんだな。なんだっけ、梅ミンツ好きだからっていう理由じゃ買えないんだな。なんかの理由がないとな。で、まあ、コーラはやっぱりあれだよね。コーラの瓶みたいな、ね、ケースっていうのかな、入れ物がコーラの瓶みたいだから、まあ、それが、まあ、瓶っていうか缶みたいだから、まあ、それがいいな、みたいので買ってたから、何かしらやっぱりもう一個の理由が必要なんだな、ふにたな。と、けん玉さん、ググってみると、いちご、あ、なるほどね。グレープ、シークワーサージなどがあるそうです。そうなんだ。シークワーサーは知らんかったな。まあ、レモン的な位置づけになるのかね。なんかシークワーサーでレモンとか他のに比べると、最初は酸っぱいっていう風に聞いてたんだよね。シークワーサーってなんか酸っぱいんだよっていう風に聞いてたから、酸っぱいのはなんかちょっとあんまり興味ないなと思ってたんだね。沖縄行って、沖縄料理に使われてて、で、地元の沖縄の人と一緒に食事してた時に、なんかシークワーサーは、なんかすっきりしてるとか言ってたんだっけな。で、言われて食べてみると、あ、確かに確かにみたいな感じで、で、その味が美味しいんだよねっていうので、なるほどなと思って、なんか地元の人も好んでシークワーサーを育ててるっていう話だったんで、なんかそんなん言われるとさらに美味しく感じるっていうの。だからそれ以降、シークワーサーのイメージっていうのかな。は、ちょっと変わって、私的にはプラスにはなったんだけど、まあ、レモン味的な位置づけだとは思うんだけどね。シークワーサー味になるんだね。そうだね。なんとなくほら、イチゴとかなんかグレープとかあったような気がしたんだけどなぁと思いつつ、味を思い出すのが、なんかオレンジ味だけだったんだよね。カニタンさん、グレープ、マスカット、あ、マスカットね。コーラ味と四角いガムとのセットで110円でした。いろんな味制覇したのか。コーラ味もあったか。そっか、それはわかんなかった。なんかフルーツね、グレープはあったような気がしたんだけどなと思ったけど。で、いちごって言われて、ああ、あったような気がする、みたいな感じだったんだけど、コーラもあったか。それはわかんなかったな。なんかコーラ好きだからさ、コーラがあったらなんかコーラを選んでそうな気がするんだけど、コーラを食べたっていう記憶がないということは、多分その私が買ってたところに置いてなかったんだろうなって感じね。お気に入りさん、ジャスティス、ありがとうございます。で、あとは、駄菓子の話。そう、駄菓子、そうか、ソースせんべいっていうのがあったんだよね。薄っぺらい、せんべいっていうの。薄っぺらいせんべいに、なんかみんな梅ジャムとかっていう気持ち悪いピンク色のものをつけて、で、食べてたんだよね。で、それを見て気持ち悪いな。気持ち悪いな、なんだあれと思って、いや、全然食べたいと思わないって感じだったんだよね。で、その薄っぺらい、なんかせんべいだけ、親が買ってきたんだったっけな、どうだったっけなと思うんだけど、なんかうちで食べたんだよね。で、1000円じゃない、ソース。なんで1000円なった。ソースをつけて食べてたんだよ。で、あ、そっか、そうやって食べんのか、みたいな感じで、薄っぺらいせんべいを、なんか時々うちで
ソースつけて食べてた気がするんだけど、それがお祭りで売られてると、あれがソースじゃなくてさ、なんかピンク色のね、気持ち悪い何それみたいな感じの、なんか梅ジャムをつけてたらしくって、ただまあ、梅か、そうかなるほどな、酸っぱい酸味の味で、美味しいんだろうなっていうのは、なんとなく想像はついたけど、なんかちょっと見た目に気持ち悪くて。なんかね、お祭りなんかではそのソースせんべいっていうのは、買って食べたことないかなっていう感じかな。てったまさん、おきにさん、こんばんは。おきにさん、9000万のニャイスパ9000万あったらな、もう全然、ね、何も怖いものなしって感じだよな。普通に生活していくんだよな。おきにさん、藤子さん、皆さん、こんばんは。激務を終えて寝てましたを、おはようございます。てんたまさん、仕事じまいでしたか？ああ、そっか、そうだよね。お気に入りさん、てんたまさん、こんばんみ。はにたんさん、お気に入りさん、激務ご苦労様です。みんな仕事ができるんだな。仕事ができるんだな。で、あとは今日はなんか、ガルちゃんまとめとかいうのを、なんか知らなくて、恥かいたエピソードみたいのがあって、いやなんかちょっと参考になるものあるかしら、みたいな感じで、まあちょっと聞いてたかな、ぐらいな感じかな。で、そっか、そんなのあったっけ、そういえばみたいので、なんかあったかって言ったら、あれか、お通夜だったっけな。お通夜かなんかで、肌色のストッキングは、なんか履いてっちゃダメなんだけど、それ知らなくて履いてっちゃって、で、一人だけだったんで、恥ずかしいと思って、で、帰ってきてお母さんになんで教えてくれなかったのよ、つったら、まあ、まだ若いからいいかと思ってって言われて、ね、とかっていうのでさ、まあ別にね、そうや若いからいいんじゃないのみたいな。ね、いいんじゃないのっていうか。なんかお葬式の時はダメなんだっけ？お通夜の時はまあいいけどみたいな。で、お香典じゃなくて、なんだっけ、なんか包むのあったじゃんか。あれも、結婚式だと診察じゃなきゃダメなんだった。で、お葬式の方だと診察はなんかダメとかってだったっけ？だけど、しわしわすぎるのもあれだから、診察を一回、なんだっけ、折って、でね、しまうっていうか、その袋に収めるぐらいが、なんかいいんだよみたいな感じだったっけ？なんか、めんどくさい。めんどくさいな、みたいなね。そっか、日本はそんなしきたりすればあったよね。ね。で、なんか結婚式の時に、ベージュのなんかワンピースで行って、なんかダメだったみたいな人もいたけど、でもベージュのワンピース着てる人いっぱいいましたよみたいな話も結局どっちなんだろうと思ったんだけど、まあベージュのワンピースが結婚式でダメだっていう話は初めて聞いたんで、そうだったのかみたいな。まあそんなんがあったかな。あとなんだ、畳のヘリっていうんだっけ、縁っていうのかな。ね、あそこを踏んだらいけないんだよって私は子供の時に教育されてたんで、なんだ、ヘリっていうのあそこを踏まないようにして歩くのは、なんとなく癖づいてるんだけど、それ知らなかったっていう人がいて、でもなんか、お寺だか神社行ったらみんなそれね、踏んで歩ってるから、
なんだ、自分だけじゃないんだと思ったって言ってたけど、だから神社とかそういうところはまた別だよねと思って、まあそういうところでもできるだけ踏まないようにはあるけどさ、大勢の人がいるところだとさ、さすがにそうもいかない時があるじゃんか。みんなが踏まないように歩いてたら歩幅が合うから踏まないように歩けるかもしれないけどさ、そうではないから、そういう時はまた別よね、と思ってさ、ね、なんかそこで安心してる場合じゃねえんじゃねえかとか思ったりとか、あと何があったっけな、あとは人ん家に行くときに、なんか裸足で上がらないとか、まあそれは私教育されたわけではないけど、ただまあなんとなくそんな気がして、なんか裸足で人ん家に上がるのは抵抗がちょっとあったんで、まあ浴衣で行くときにね、どうしようと思って、その時は足袋持ってなかったからさ、なんか足袋を持ってるときは足袋持ってね、行ったけど、そうでないときはどうしようかなと思って、靴下履いて上がったかなみたいなのはあったけど、みんなその、裸足で人んち上がっちゃいけないっていうのは知らなくてっていうのが結構多かったかなっていう感じ。あと人んち行くときは、なんか水筒を持っていくとか、あとなんか手土産を持っていくもんだとか、あと、なんだっけ、泊まりの時はタオルを持参するとか、なんかそれは知らなかったんだよね。で、あ、なるほどね、と思って。まあそんなこと今後ないと思うけど、今後ないと思うけど、覚えてたらね、覚えてたら、まあ、なんだ、タオルは持参した方がいいのか。まあドリンクはね、まあ手に入りやすいから別に持っていかなくてもいいのかな。現地に到着、なんだっけ、ね、わかんない。諦めた。ね、調達すればいいかな、みたいなのがあるけど、で、手土産は持っていかなきゃいけないもんだっていうのは全然知らなくて、なんとなく気分ってね、なんかあげたいものがあるときは持っていくけれども、まあ何もないときはごめん、何もなくてみたいな、まあそんな感じだったりするかな。なんか別に持っていかなきゃいけない問題じゃなくて、なんかあげたいな、なんかもね、あげたいなっていう気分で、なんか持ってってたけど、そんなルールあったのかっていうのを知らなかったんでさ、そっか、世の中的にはそうだったんだっていうの結構、やっぱりね、知らないことがいろいろありましたかねっていう感じ。で、まあ、泊まりの時にタオルを持っていくのは、まあ、よそんちで洗濯物を増やすのは申し訳ないからっていうことらしいんだよね。だから子供がよそんちにね、遊びに行くときは、まあ、泊まりの時はタオルを持たせ。で、遊びの時は水筒を持たせ。で、行くらしいんだよね。へえ、そうなんだと思ってさ、知らなかったよと思いました。どこだっけ、仕事自慢。こんばんみ。ご苦労様。おきにさん、年末年始も皆様の健康を願いながらずっと仕事です。あ、そうなんだね。おきにさん、カニタさんもこまみ。けんたまさん、ずっとお仕事なのは大変ですね。北海道さん、一番仕事をしているのはもしかして藤子さんかな、多分そう。多分そうだね。365日、ね、まあ24時間ではないかな、寝てる時間があるからな。それ以外は仕事してるようなもんだからな。多分私が一番仕事してると思う。気が狂ってると思うよ。おきにさん、藤子さんに9000万は、ベーリング界で働いても無理。ベーリング界で働くってどういう仕事なの？北海道さん。そうそう、畳のヘリ。てんたまさん、北海道さんも年末年始お休みなしでは？そうか。北海道さん、元旦は早番です。てんたまさん、早番って何時ですか？
北海道さ、日の出を見ながら6時に出動いいじゃないか。晴れるといいな。綺麗な空が見れるかな。天玉さん、じゃあ4時起きぐらいですか？上司か。上司か。北海道さん、そこまでは早くないです。5時起きですね。男性はそれで済むからいいよな。天玉さん、それでも大変ですね。まあ、6時に出勤は早いね。確かにね。天玉さん、カニ産業、あ、そうなんだ。ベーリング海っていうのは。ね、カニがいっぱいいるのか。アシタカ、アシナガ、アシナガ、アシタカガニは東京湾にしかいなかったらしいよな。知らなかったよな。昔、今はどうだか知らないけどさ、サンシャイン60にある水族館、あれなんて言うんだっけ、あそこ。あそこにいっぱいアシナガガニがいて、で、子供の時に初めて水族館、そこに行った時に、いや、気持ち悪いって思ったのがすごい覚えてるんだけど、カニってこんな気持ち悪いんだと思ってさ、ゆだってるカニをさ、テレビかなんかで見ることぐらいしかなかったんでさ、でゆだってるやつだと赤いし、で、ね、足のところだけ並べてある感じだからさ、動いてる、生きてるね、カニを見たのはさ、その時初めてっていうのかな。で、うわ、気持ち悪いと思って。衝撃だったんだけど、なんかどうもね、足長がっていうんだっけは、なんか東京湾にしかいないらしかったこと、結構割と最近っていうのかな、大人になってから知って、そうなんだっていうふうに思いました。神産業、てたまさん、月収数百万。数百万だ。そうなんだ。数百万で、まあ、900万だとしたら、月収だから1年働けばってことは900万はもらえないってことかな。お気に入りさん、そうです。ベーリング海は、カニ漁です。ケンタバさん、藤子さんのために北海道さん、アンガールズ、確かにアンガールズっぽいよね、品川ガニ。そっか、アンガールズ、カニの真似してたんだっけ？あったな、そういえば、そんなネタあったよな。カニタさん、それ、身が少ないカニですね。そっか、食べるようではないんだね。確かに、ただ気持ち悪いだけだった気がするよ。お気に入りさん、北海道さん、こんばんは。ご自宅からもお近いのでは？北海道さん、ベーリング海って北海道の近くなのか、そうなのか知らなかった。ベーリング海ってどこにあるのか知らなかったぞ。ペンターさん、ベーリング海のカニ漁はまさに男の仕事ですね。そうだね。本当漁とかさ、ね、船のね、仕事。まさに男の仕事だねっていう感じがするよね。なんだったっけ。ベーリング海、カニ。で、そう、関係ないけど、あれよ、新たな健康情報っていうのかな。で、最近知ったことがさ、鮭、鮭の種類で、白鮭っていうのと、紅鮭っていうのと、あと銀鮭っていうのがあるんだって。で、養殖の魚は、やばいよって話で、養殖の魚は、できるだけ避けた方がいいよって話で、そうなんだと思ってさ、
で、その、白鮭、紅鮭、銀鮭で、どれが養殖で、どれが養殖じゃないかっていう見分け方っていうのがあって、さ、で銀鮭っていうのがほぼ100%養殖なんだって。だから銀鮭は避けてくださいって話で。で、逆に白鮭と、紅鮭はほぼ100%天然なのかなっていう話で、なので、鮭を食べるときは白鮭なのか紅鮭なのかっていうのを見てね、銀鮭は避けてくださいよっていう情報を最近聞いて、あ、そうだったんだと思ってさ。でね、最近、スーパーに行って、その話を聞いてから、で、鮭売ってるなと思って、何鮭かなと思ってみたら、やっぱりね、銀鮭なんだよ。銀鮭だ、養殖なんだ、へえ、と思ってさ。で、缶詰生活してたじゃんか、魚の缶詰生活。で、その時に、鮭の缶詰はマイバスでしか扱ってなくて、だからまあ、時々ちょっと違う魚食べようかなって思った時に、マイバスの鮭の缶詰でも買おうかななんてちょうど思ってるタイミングで、その動画見たんだろうな。で、2種類あるんだよ、マイバスにさ、鮭の缶詰が。で、値段がね、ちょっと違うわけよ。片っぽの方は何鮭かわかんないんだけど、いくらぐらいだったっけなんか100円ぐらい差があるんだよね。ちょっと高いというか、まともな値段っていうか。で、片っぽの方はトップバリュー、ブランドっていうので、安いっていうのかな。100円台っていうのかな。100何十円とかだったかな。なんだよね。で、その値段の差って一体何だろうっていうのが分からなかったっけど、両方とも国産のね、鮭を使ってるのになんでこんな値段に差があるのかな。まあ、メーカーが違うとそんだけね、違うもんなのかね、なんて思ったんだけど、でそのトップバリューブランドの安い方を見たら、銀鮭って書かれてたわけよ。あ、なるほど、養殖だから安いっていうことなのか、みたいな感じで、そっか、これは銀鮭だったんだなっていうのが分かり。で、もう一個の方は書かれてないんだよね。国産の鮭しか書かれてなくて、まあ、銀鮭かどうかは書いてないんだけど、まあ、値段の差を考えると、これはね、で、銀鮭だったら銀鮭って書いても良さそうなもんなのに、書いてないっていうことは、なんかね、銀鮭ではないのかな、みたいな感じがあって、まあね、わかんないけど、わかんないけど、まあ、鮭の缶詰を買うとしたら、そっちかな、みたいな、感じ、今、新たな健康情報っていうのかな、アップデートでございました。まさに男の仕事。北海道さん、藤子さん、情報整理に時間がかかっています。はい。すいません。使ってないのみそね。もう使ってないから全然使えないよ。情報処理に時間がかかっております。お待たせしております。おきにさん、すいません。突然、カニ漁の話になってしまいました。いやいや、いろんなネタをね、投げてください。おかげで私のね、狭い狭い世界がね、ちょっとずつちょっとずつ広がってってますからね、感謝しておりますよ。北海道さん、爆笑。お気に入りさん、キングサーモンって最近聞かないですね。そういえば、キングサーモンって何だったんだろうな。北海道さん、100の達成したいことをね、そう。で、メルカリで来年はもう懲りもせず、メルカリで最初は100万売り上げようかなだけ。いや、待てよ、無理無理無理。だってメルカリじゃなくたって1年間でじゃないか、1月で100万か。
100万は達成したことないんだから、メルカリで100万はちょっとハードルが高すぎたと思って、まあ1年間で最初はね、100万って考えたんだけど、いや、1年間で100万だと月約10万近くメルカリで売り上げなきゃいけないでしょ。いや、月に1万も売り上げたことないのにさ、あれ無理だ。だだとか思って、じゃあ、メルカリで月1万、月1万つってやってさ、ダメだったじゃん、この前の動画でさ。だから、その目標すらも、なんだ、ちょっと高いのかと思って、どうしようかなと思ってさ、なんか今日は、なんか北原さんっていう人の、なんだろうね、コンサルティングかな、コンサルタントかなんかの動画をね、見てたわけ。で、とりあえず、死の子の言わず、100万稼ぐっていうことに、一回取り組んでみろっていう話で、確かになと思って、なんか毎年、月100万、月100万って目標を掲げている割には、一回も達成したことがないからな。で、達成したことのない人っていうのは、なんちゃらかんちゃらって言われて、まあそうだ。まあそうですけど、みたいなね、感じなんだよね。一旦それを達成すると、もう100万なんかはね、達成余裕でできるようになるからみたいな話で、まあそうなんだろうね、みたいな感じでね、100万月に売り上げるには、私には何ができるんだろうっていうのがいつもわかんないわけよ。わかんないから達成できてないわけよねっていうのでさ、ねえ、だからまた私ってなんだ。また100の目標な、立てる時期がやってきたなっていうのでさ、今度は100の目標、何しようかななんて考えてるわけですよな。北海道産トラウトサーモンっていうのもあるの？天玉さん。お歳暮に一本ドーンって送る人も結構いましたね。あったね。なんか魚、サーモンっていうか、鮭のことか。なんかお年賀なんかお年賀だったっけっていうのがあるらしいじゃんか。そう、それのさ、知らなくて恥かいたっていうガルちゃんまとめみたいなやつで言ってたんだけど、何それ知らないっていう文化がやっぱりあって、で、お年賀だったかなっていうのがあって、正月に、集まるとか、お邪魔するとかっていう時に、手土産の他に、そのお年賀っていうのももう一個持っていかなきゃいけないらしいんだよね。知らなかった。そうなのと思ってさ。だから正月にどっか行く、あの、立場ではなくて、逆で、いろんな人がうちに来るっていう立場ばっかりっていうのだったから、そういうの全然知らなくって、で、なんかその恥かいたっていうのでは知らなくて、で、そのうちにいっぱいお年賀って書かれた箱がね、ドーンと積み上がってて、そこで初めて知ったっていうのでね、そうなんだ、それ知らなかったと思ってさ、ね、そういえばそうだ、魚ドーンってあったよね。ほら、小包配達っていうの、お歳暮の小包配達をやってたわけよね。その時あったよ、そうだよ。たまにそのね、魚ドーンっていうやつあったよ。あったあった、そうそう、そっか。お歳暮か、お年賀じゃなくてな。一本ドーンって送る人、なるほどね。あれ、お歳暮だったのか。北海道さん、近年、お歳暮とかないみたいで、そうだね。あんまりもらわないしね。
前はよくお歳暮でもらったからお裾分けとかさ、ほら、うちは食べないからみたいな感じでもらったりとかしたけど、もう一切そういうの、一切っていうか、まあ、ほぼないもんね。この前たまたまリンゴと和菓子もらったけどさ、なんか、そんくらいだからあんまないもんね。業種によるかもしれませんが、そうだね、業種はあるだろうね、確かにね、もらいやすい業種とかね、あるだろうしね。お気に入りさん、ドーン、そうそうそう、ドーンってあったよ、荷物。魚もちょっとっていう感じだった。運ぶのがね、運ぶの嫌って感じだった。てったわさん、お歳暮かどうかわかりませんが、年末に送ってましたね。そうそうそう、だから、ね、お歳暮の小包配達の時に荷物の中にあったから、お歳暮で合ってると思ったな。あとは、まあ、年末年始ではなかったかな。年末いっぱいまで、12月の31日まで働いてた気がするけどね、っていう感じかな。フィアンさん呼ばれてないけど、じゃ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 ん。そろそろ竹縄かな。で、お歳暮か。お歳暮送ったことないな。お歳暮も、まあ、お中元も両方ともな、送ったことないし、で、もらったこともない、まあ、もらったことないというか、まどかさんが送ってくれた、ね、猫の缶詰、天岐阜の、ラッピングが、どうしたお中元って書かれて、あ、お中元だってね、思ったことがあったよね。で、まあ、それが、強いて言えばお中元なのかわかんないけど、ね、あるといえばあるかなっていう感じだけど、まあ、送ったこともね、もらったこともないなっていう感じ。それこそ、だから、お年賀なんかね。まあ、ただ、お年賀はまあもしかしたらもらってたのかもしれないよね。なんかいろいろ持ってくるからさ、まあお年賀って書いてはないけど、なんかそれで持ってきてたのかもね、みたいなのは、あったかな。と、北海道さん、配達といえば Amazon の配達は、たまさん、ぴょんさんは紅白楽しみですね。あ、そうだね。歌が好きだもんね。北海道さん、竹縄了解。お気に入りさん、ぴよんさん、こんばんは。てんたまさん、まどかさん、元気なのでしょうかね。ぴよんさん、てんたまさん、お気に入りさん、こんばんは。お気に入りさん、藤子さんの100のうちの一つに株を、株目標なんすかね。はい。というわけで、かわいいね。じゃあそこ乗るのね。竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい、アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。よかった。あと、氏子さんの手作り初心者チャンネルの収益化、本当だよ。もうずーっとだよ。ずーっとそれ目標にしてるけどさ。ずーっと目標にしてるけど、全然叶わねえの。ナイスパーありがとうございます。北海道さん、藤子さん、チャリ乗れないかも、そうだね。ピヨンさん、竹縄、
北海道さん、よかった。テンタワーさん。ああ、今年も皆様無事に年越しできそうでよかった。本当だよね。本当だよね。日本人めちゃくちゃ死んでるっつうのにな。ここに集まってる人誰も死んでないもんな。ピョンさん、北海道ちゃんいたのね。お気に入りさん、疲労でブレインフォグだけど、なんとか参加できてよかった。カニタンさん、たくさん人が来てよかったよ。すいませんね。いつも寂しい思いさせて申し訳ねえな。それも目標にいつも掲げてんだけど、全然達成されない。にゃいスーパー、ありがとうございます。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。